こんにちは、ブラハムと申します。今回は、火薬と鉄を同時にゲットする、クリーパーとゴーレムのコンボトラップを作成していきます。必要な材料は多いですが、作成は簡単ですので、ぜひ最後まで見てもらえると嬉しいです。最初に、使う材料はこんな感じです。それでは早速、作っていきましょう。それでは作成に移ります。作りたい場所を決めたら、地面を掘りラージチェストを作ります。そしたら、9個のホッパーをラージチェストに連結させます。チェストの手前を掘って開けやすくしてもらい、ホッパーの上に焚き火を置いていきます。焚き火を置いたら、ホッパーを囲うようにブロックを設置。3段の高さで設置します。特に気にしない方はする必要ありませんが、雲の糸を焚き火の上に設置すると煙が消えますので、気にする方は設置します。次に、焚き火の位置から、正面側にガラスブロックを9個設置します。正面以外にはブロックを設置。そうしましたら、さらに4段ブロックを積み重ねていきます。登ったら、4方向から4ブロックさらに伸ばします。伸ばしたものを起点にして、床を作っていきます。真ん中の穴の周りには、3段の高さで壁を立てておきます。今立てた壁の周りに、ベッドを20個設置します。できるだけ真ん中を向くように設置していきます。ベッドを置いたら、任意の食用ブロックを床の外側に置いて壁代わりに使い、食用ブロックの上にはハーフブロックを設置しておきます。その他は、フェンスで塞ぎます。特に置き方に決まりはないので適当で大丈夫です。ここまでできたら村人を2人連れてきます。今回はトロッコを利用して連れて行きます。
村人を連れてきたら、20人になるまで食料を与えて繁殖させていきます。村人に繁殖を頑張ってもらってる間に、作業を進めます。さらに、一段上げてもらい、今度は、3ブロックずつ伸ばして、床を作ります。穴の上には、フェンスゲートを9個設置し、開いておきます。続いて、床よりも1マス広めにブロックで壁を作ります。ブロックの上には、ハーフブロックを設置しておきます。この後4箇所から水を流します。4つの角に仮ブロックを置いてもらい、その上から水を流します。流し終わったら仮ブロックの方は壊しておきます。また、水はこの後も利用しますので、ストックしておきます。この頃になると村人も増え、猫も湧いてきてると思うので、魚を使って懐かせておくと悲劇を防げます。同時に、光源で湧き潰ししてもらい、床にはハーフブロックを設置しておきます。なお、小さい状態の村人は飛び出てしまうので、成長するまでこんな感じで仮ブロックで囲っておくと良いかもです。それでは、次にクリーパーの湧き層を作成していきます。まずは、穴の周りを3ブロックの高さで仮ブロックを設置します。設置したら、建築ブロックを設置し、仮ブロックを壊します。仮ブロックを壊したら、さらに上に8ブロックずつ設置していきます。そしたら、後ろを向いてもらい外に12ブロック分設置。
これを3列分行います。3列分ブロックを設置できたら、この通路を囲うように3段の高さで壁を立てます。この作業を、あと3箇所分行います。ちなみに、穴の方は危ないので、塞いでおきます。あと後ほどここに無限水源を作ります。3箇所終わったらこんな感じです。次に、今作った通路に、水を流します。全部で9箇所から水を流すので、無限水源を作っておきます。そしたら、通路の奥から5個ずつ仮ブロックを設置します。その上より水を流していきます。こちらも4方向すべてで行います。水を流し終わったら、無限水源は片付けて仮ブロックは壊します。安全を考慮して、上に登ってから壊します。続いて外側に移動してもらい、ここから床を作成していきます。残り3面も床を設置します。はい、床の設置が完了しました。続きまして、3段の高さで床を囲うように壁を設置していきます。壁を立て終わりました。そしたら、こことここの床を1ブロックずつ広げます。広げたらトラップドアを3マスおきに設置します。反対側も同じ位置に設置します。
設置したら畳んでおきましょう。同様に残り3箇所にも、トラップドアを設置して畳んでおきます。できましたら、今度は、床に合わせてトラップドアを設置していきます。高さに関しては、この高さで設置します。抜けがあると、ゾンビやスケルトンが湧いてしまうので注意しましょう。すべての床の上にトラップドアを設置できました。今度は、雲の湧き潰しを行います。この場所から、2マスおきにハーフブロックを設置します。この床はここから設置します。単純作業ですが、設置するものが多いので根気よく行います。これで1層目完成となります。上に登りますので、光源を設置してる場合は壊してから登りましょう。上に登ったら、トラップドアの上にブロックを設置します。2層目に関しては、作成方法が側面に設置したトラップドアの位置以外は同じなので、それ以外はカットします。2層目の側面のトラップドアの位置ですが、1層目に設置した場所から、1つずらして設置してもらえれば大丈夫です。あとは同様に、3マスおきに設置してください。ということで、2層目が終わり、上に登ってきました。今回は2層目で終わりますので、ブロックで全体を塞いでいきます。全体をブロックで塞いだら、湧き潰しのため、その上をハーフブロックを敷き詰めます。松明などの光源を用いても大丈夫です。はい、ハーフブロックを敷き詰め終わりました。ここまでできたら地上に降ります。失敗しました。このようにならないためにも、降りる方法はしっかり考えておきましょう。最後に、地上の方を湧き潰ししておきます。必要であればフェンスなどを利用して安全を確保しておくようにします。安全面を確保できたら、あとは放置しておくことで、鉄と火薬をゲットできます。ちなみに余談ですが、ブラハムの動画内で処理槽に焚き火を使うことがほぼなかったので、今回使ってみましたがやっぱり処理に時間がかかりますね。処理方法をマグマやピストントライデントにすることで、より効率的に処理してくれます。10分ほど経過したので中身を確認してみます。こんな感じです。鉄も火薬も結構利用頻度が多いアイテムになるかと思いますので、まとめてゲットできるので便利なんじゃないかなって思います。ということで、今回は、ゴーレムとクリーパーを一緒に狩る、コンボトラップを作成してみました。
今回の動画は以上となります。よろしければ、もう一本他の動画を見ていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴、ありがとうございました。